んこんにちは、まいこでございます。本日はですね、こちらです。3C の、4色アイシャドウパレット、ミニマルチアイカラーパレット、こちらを全色レビューしていきたいと思います。はい、もうちょっと全部持ちきれないぐらいなんですけど、こちらのね2、4、6、7色スワッチをして、実際に目に塗って、レビューをしていこうと思います。先日、アップした9点の購入品の動画の中で、この中の2色をね、購入をしたんですけど、それがねめちゃめちゃ良くてやっぱ粉質がね本当にいい 3C は。皆さんこのラメ系をねすごく絶賛されていたので、ちょっとこれもちょっとどうなのかなと思って試してみたくって、はい、ちょっとね購入してみました。でもこれめっちゃ似てんだよね、この2色。これだけ見るとさ、何が違うんだかちょっとよくわかんないぐらいなんだけど、まあそれもね今日違いをスワッチしながら見せられたらなと思ってます。まあでも結構ね色味が似てるっちゃ似てるんですよ。ピンク系というかローズ系のパレットがすごく多くって、まあこのね違いも合わせて見せられたらなと思ってます。はい、それでは早速見ていきましょう。こちらが人気のラメ2色になります。こちらがダイヤモンドグリーンと、こちらがグリッターバム。どっちもすごい似てるからちょっと違いが分かりづらいかもしれないんですが、塗ったらね結構違いが分かるのでスワッチ見ていこうと思います。ここがダイヤモンドグリーンと、こっちがグリッターバムです。塗ってもめちゃめちゃ似てるって感じなんだけども、まずねこの色がねすごいそっくりなんですよ。グリッターグリーントの方のが大粒、ちょっとパープルっぽい感じの変色ラメですね。これすごいのはさ、落ちないのよ。まあこすったら落ちるけど、粘り気がある質感っていうか、しっかり密着してくれてる感じですね。どっちもこの右下にあるこの色がすごく似てて、ちょっと違いがもはや分かんないぐらい。あとこの細かいラメ、これも両方ともすごい綺麗なんですけど、グリッターバムの方のがちょっとだけローズ寄り、こっちの方が、シャンパンゴールド寄り。あとこれはねなんかナーズのオーガズムの色味にちょっと似てるんだけど、それがちょっと派手になった感じかな。これもすごい綺麗だよね。変色ラメの上にさらにザクザクラメが乗ってる、もうめっちゃ可愛い色ばっかり。両方ともすごい綺麗です。ちょっとブラウン系って言っていいのか分かんないですけど、近めの色で、比較していきたいと思います。こっちがアーモンドファッジ、こっちがブラウンラム。アーモンドラムの方のが黄身が強いブラウンが1個入ってて、あとは合わせやすそうな、ブラウン系とニュートラル系が入っています。でこっちの方がもう完全に赤み強めの、ブラウンパレットで、下の段が赤みが強い色合いのブラウンで、上がニュートラルカラーの感じかな。全部、マットなので、マット好きな方はこれはおすすめですね。スワッチがこんな感じです。こっちがブラウンラム、こっちがアーモンドファッジです。見てわかるとやっぱりこっちの方が赤み強めで、こっちが黄身が強めかなっていう感じ。こっちの方が使いやすそうな気がします。アーモンドファッジの方はこれがマットで、これがマット地にゴールドラメが混ざった感じ。ちょっとなんかラメが上に出てきてないからあんまり目立ってないんだけど、なんかマットみたいな感じになってます。これがねすごい綺麗なラメで可愛い。でこれがメタリックですね。メタリック1色だけで単色使いしても可愛いんじゃないかなっていう気がします。はい。でこっちはもうこの2色だけ使ってもうねメイク完成しそう。赤いのが苦手な人はこれだけ使わずに残りの3色でグラデしても可愛いかなっていう気がします。この3色がめちゃめちゃ似てんだよね。なんかこの縁の色とかもねちょっと似てるからあれなんだけども、赤みの強いローズ系みたいな感じですね。ローズパレットは全部マットで、こっちの2つはラメとマットのセットになります。こっちがサイドバイサイド、こっちがローズラテです。ローズラテの方はオールマットで、サイドバイサイドがここがマット、ここがメタリックとラメになっております。なんかパッと見すっごい似てるんだけど、マット色だけ見るとこっちの方がちょっとくすんでるかなっていう感じで、この2つが結構似てるのと、あとこの色と、あとこの一番締め色が結構似てるので、割と似たような仕上がりになるのかなっていう印象を受けますね。ただこれがね結構ベリー寄り、これ似てるんですけど、
こっちベリーっぽいブラウンって言えばいいのかな。なので結構ほんと赤みの強い感じのメイクになると思います。これ使わなかったらね、淡いモーブで仕上げられると思うんですけど、あとこっちは、これ使わなかったら結構淡いピンク系に仕上がりそう。これを使えばブリック寄りの赤みメイクに仕上がるかなって感じですね。似てるよね。で、こちらがクロージングアウトです。なんかこの色好きだよね。さっきも同じような色入ってたけど、クロージングアウト3色深みのある色が入っていて、それにプラスしてピンクっぽい感じの変色ラメが入ってます。赤みメイクだな、これは完全に。これ使わなかったらラメ感を抑えたメイクにも仕上がるし、上からね、これ重ねてあげる、キラキラメイクできるかなって感じですね。なんかさ、赤みが全体的に強いなっていう印象を受けるんですよね。なんか韓国のメイクの今の流行りなのかしら。なんかさ、日本はさ、赤みメイク秋にめっちゃ流行ったじゃん。で、なんか今またトーンダウンしてパステルとかくすみ系が流行ってる気がするんですけど、国によってね、トレンドが違うのかなっていう気がします。はい、では早速塗っていこうと思うんですが、どれ塗ろうかな。こっちにしようかな。じゃあグリッターバムとグリッターバム固めに 3C さんが推し推しの赤み強めのローズ系からローズパレット、じゃあローズラテだ。ローズラテを塗っていきたいと思います。では指で塗っていきます。すごいね、しっとりした質感っていうか、触れば触るほどどんどん崩れるというか、面白い質感です。ねっとりした感じのラメにしてはすごくぼかしやすいなっていう印象でした。ちょっとすごいことになってる。ちょっと散乱してしまいましたが、涙袋には一番細かいラメを入れてみました。グリッターだけだとちょっと締まりがないので、アーモンドファッチのブラウンを少しだけ、目の際に入れてみました。次はローズラテ。明るい色をアイホール全体にのせてベースを作った後に、上から右上の明るいピンクをのせます。左下のローズを外側くの字とくぼみに入れて、締色を際、目頭、下まぶたに入れていきます。粉が本当に柔らかいのですごくぼかしやすくて、粉飛びも全然しないかなっていう印象です。やっぱりグラデとか影を作りやすいのはこのマットのシリーズですね。ローズラテめっちゃ使いやすいと思います。赤みが苦手な人はちょっと苦手かもしれないけど、すごく使いやすいなっていう印象です。こっちはさ、もうギラギラだもんね。すごいなんかちょっと分かりやすく全体にベンって入れちゃったけど、部分使いする使い方がいいかもしれない。でもラメ自体はマジめちゃめちゃ綺麗だよ。すっごい綺麗。はい、これだけここがグリッターだと、これに合わせるチークとかさ、リップとかで結構印象が変わってくるよねっていう気がします。なんか私あんまりさ、ここまで大きいラメとか普段使わないから、ちょっと衝撃的だわ。というわけで、まとめますと、スワッチをしてみた感じとメイクしてみた感じで、私が中でもおすすめ使いやすいかなって思ったのはアーモンドファッチとローズラテ。今回私が使ったのはグリッターバムなんですけど、グリッターシリーズもすっごくおすすめで、私ちょっとさっき塗った時に大惨事になってましたが密着度はすっごく高いんですよ。なんだろう、ワセリンなのか、すごく湿度の高いものにしっかり混ぜてあるので、一回つけたら落ちないっていうのが結構ね、ポイント高いというか、いい点だと思います。私みたいにさっきみたいにグイってつけすぎてあらゆるところに飛び散ってくっついちゃうっていうのはちょっと難点なんですけど、少量つけてピピピって、つける分にはなんだろう、落ちないからね、いいと思います。もうちょっとこの辺ちょっとギラギラになっちゃった。はい、それではいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。See you next time!